こちらがカレーパンの中身のすべての材料です。ちなみにニンニク、玉ねぎはみじん切りです。そしてこちらの人参はこのすりおろし器の細かい方ですりおろしてあります。熱したフライパンにまずバターを入れて溶かしていきます。はい、次に玉ねぎ加えていきます。だから玉ねぎがしんなりとなるまで炒めていきます。はい、玉ねぎがしんなり炒まったら次にニンニク加えていきます。はい、そして次に人参加えます。これでさらに炒めていきます。はい、野菜が全体的にこんな感じでペタッとしてきたら次にひき肉入れます。ちなみに本日は豚肉と牛肉の合いびき使ってますけど、豚肉だけでもいいし牛肉だけのひき肉でも OK です。好きなの使ってください。ひき肉がしっかり炒まりました。そしたら次に小麦粉加えます。はい、そして次にカレー粉。本日は普通のカレー粉使用してますけど、もう好き好きでガラムマサラとか他のスパイス加えたりしてアレンジしてみてもいいです。そして次にお水加えていきます。はい、続いてケチャップ。はい、これでこのまま少し水分を飛ばしていきます。硬さはこのぐらいでちょうどいいと思います。はい、そして塩、胡椒、そしてお好みでチリパウダー適量加えます。そして配合には記載してないんですが、こちらお醤油、もしあればでいいです。私はこれ少しだけ加えます。はい、これでカレーパンの具の完成です。はい、そしたらこういったバットにカレーパンの具を開けて薄く平らに伸ばしてカレーパンの具を冷ましていきます。こちら冷めるまでこのまま放置しておきます。はい、こちらがカレーパンの生地のすべての材料です。まずはじめに牛乳を電子レンジで人肌程度に温めていきます。40度以上にならないようには気をつけてください。はい、そしたら次にこちらドライイースト。この中に分量の中からお砂糖ティースプーン1杯ぐらいまず加えます。さらに少し温めた牛乳を少し加えて、まずイーストを牛乳の中にきれいに溶かしていきます。ドライイーストが完全に溶けたら残りの牛乳をすべて加えます。はい、そしたらこのイースト溶液をこのまま10分間放置して予備発酵させます。ちなみに今日使ってるイーストはリドルというスーパーで買ったこのドライイースト。ちなみにイーストを大きく分けると4つあります。1つは生イースト、そしてセミドライイースト、ドライイースト、インスタントドライイーストの4種類に分かれます。そして本日使ってるこのイーストはそのうちのドライイーストにあたります。どのイーストを使うかによって分量は変わってきます。イースト別の分量はこちらに記載しておきました。ちなみに日本人の多くはインスタントドライイーストとドライイースト混同していると思います。日本で一般的によくスーパーで売られているイーストというのはインスタントドライイースト。これは予備発酵が不要なものです。ヨーロッパでスタンダードで売られているイーストは
ドライイーストです。こちらは予備発酵が必要なイーストで、インスタントドライイーストとも配合が変わってきます。ちなみにこれは生イーストを乾燥させて顆粒にしたものになります。なので生イーストも予備発酵が必要なイーストになります。ここが大きな違いです。はい、イーストを予備発酵させて10分ほど経ちました。こんな感じで泡がプクプク浮いてきているのが分かりますか？このような細かい泡が浮いているようであれば予備発酵は成功です。もし泡が浮いてこない場合はイーストがすでに死んでしまっている可能性があるので、その場合は新しいイーストに取り替えて再チャレンジしてみてください。そしたらこちら小麦粉の中にお塩に加えて、残りの砂糖も加えます。そしたらこの予備発酵を済ませたイーストを加えて混ぜていきます。ある程度粉が水分吸ったら台の上に開けて、今度は手で練り合わせていきます。こんな感じで生地がひとまとまりになったら、この中にバターを加えていきます。バター入れてみて思ったのは、少し生地が硬いかなってところです。そういう時は霧吹きとか用意しておいて、少しずつ水を足して生地の硬さを調整します。今日牛乳は 170ml 使用してますけど、もちろん湿度とかによって水分の配合量は変わってくるので、それは各自調整してください。これで生地が倍ぐらいに発酵するまで一次発酵させます。はい、生地が2倍に発酵しました。そしたらまず生地のガス抜きをして生地を8等分にしていきます。だいたい1つあたり 55g 程度になります。はい、そして生地を丸めていきます。そしたら生地が乾かないように布をかぶせて、このまま15分ベンチタイムです。その間にカレーのフィリングを8等分にしておきます。ボウルに小麦粉を 50g 用意します。その中にお水、このぐらいの硬さの小麦粉のり作ってバットやお皿にパン粉を用意しておきます。15分のベンチタイムが終了しましたら、フィリングを生地でどんどん包んでいきます。生地少しまず平らにして、綿棒でもう少し大きく平らに伸ばしていきます。はい、だいたい直径13センチぐらいに伸びたら具をのせて生地で包んでいきます。この縁の部分にフィリングがはみ出さないように注意してください。生地が閉じにくくなってしまいます。そしたらこの閉じ目をしっかり閉じます。そしたら少し平らにして生地をオーブン紙の上に並べていきます。はい、こちら生地が全部包み終わりましたら、このパンを小麦粉のりの中にくぐらせてパン粉をまぶしていきます。はい、そしてまた天板の上に戻していきます。生地にパン粉まぶしたら乾かないように何かカバーをかけて生地を二次発酵させます。そしたら
160、70度の油で揚げていきます。だいたい片面3分ずつぐらい揚げます。こんがりきつね色になったら裏返します。両面こんがり揚がったら網の上に揚げていきます。ちょっとよく見てもらうと分かるんですが、ここ少し白い部分あります。その場合はもう一回ひっくり返して再度しっかりきつね色になるぐらいまで揚げていきましょう。はい、そして次に揚げる前に必ずこの油の底に沈んだパン粉のカスはすくい取ります。具がぎっちり。生地はどっちかというともちもち系です。そして外側はカリッカリ。特に日本人じゃない方はなんだよカレーパンって思ったと思うんですけど、これ日本じゃかなりスタンダードなパンです。パン屋さんには大体置いてありますし、全国ずつ裏裏いろいろこだわったカレーパンが食べれるところが結構あるんですよ。いやー、すごいカロリー爆弾動画をご視聴くださりどうもありがとうございます。ぜひカレーパン作ってみてくださいね。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。